こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。この動画は独身で新築マンションを購入した体験談を全4回でお届けしているシリーズの第3回目です。今回は重要事項説明書と売買契約書でチェックすべきポイントについてお話しします。重要事項説明書、細かい文字がいっぱいでどこが重要かわからないって方も多いかと思います。私は宅建士の資格を持っていて、重要事項説明の実務経験もあります。また多くの契約書を見てきたので、その経験からここだけは押さえた方がいいよというポイントをまとめました。不動産契約で損をしないようにぜひ最後までご覧ください。まず重要事項説明書とは、重要事項説明書とは一言で言うと物件の取扱説明書です。あなたが購入する物件は現在こういう状態でこういう制限があります。大丈夫ですかという事前確認になります。略して重説とも呼ばれております。説明を受けて納得ができたら署名・捺印をして売買契約へと進みます。逆に納得ができなければキャンセルすることも可能です。売買の場合、通常は事前に重要事項説明書をいただけるので、当日へ備えて一度目を通しておくのがおすすめです。聞き慣れない言葉が多いので、当日説明を聞いて当日質問するって結構難しいです。私が担当している投資用物件ですと、プロみたいなお客様も多くいらっしゃるのですが、事前に重説確認してこないお客様はいないですね。皆さんしっかりマーカーとか引かれて持ってくる方が多いです。このように不動産のプロの方でも事前に確認するものなので、事前確認本当に大事です。でもしですね、書類がもらえなかった場合は、事前にいただけますかとお伝えしたら用意いただけると思います。次に契約までの流れを簡単に説明します。まずモデルルーム見学後に気に入った物件がありましたら購入申し込みをします。購入申し込みとは部屋の仮押さえです。こちらはキャンセルすることももちろん可能です。そして翌週ぐらいですかね、重要事項説明を受けることになります。新築マンションですと時間にすると1から1.5時間程度になります。戸建てや中古の場合はもう少し長くなると思います。そして重要事項説明を受けた子はローンの仮審査、手付金の支払いに移ります。ローンの仮審査期間は3から4営業日という金融期間が多いです。ネットバンクや提携ローンですとさらに短くて1日から3日目と短かったりします。補足ですが、提携ローンとは不動産会社と金融機関が提携して取り扱っているローンです。物件の審査がすでに行われているので審査時間が短く済みます。そしてローンの仮審査通過後、ようやく売買契約書の締結という流れになります。物件を購入するという全体の流れですとか費用の詳細は次回の動画で詳しくお話しするので、また見に来ていただけたら嬉しいです。ではやっと本題の重要事項説明書のチェックポイント5選です。現物があった方がイメージしやすいと思いますので、今回はこちらの FRK 方式という三井のリハウス、住友不動産販売、東急リバブルなどの大手不動産会社が使用している重要事項説明書のひな形を使ってご説明します。こちらのひな形のリンクは概要欄に貼っておきます。こちらは重要事項説明書の見方などの記載もあって結構わかりやすいので参考になると思います。では早速重要事項説明書のチェックポイント1つ目はやっぱりお金の話です。管理費、修繕積立金などの固定費です。ローンの返済額以外にも毎月かかる固定費があることを忘れがちです。私自身途中から完全に忘れていて、1回目の引き落としでうわっとなった部分なので詳しくお話ししていきます。まず固定費として毎月かかるのは管理費、修繕積立金、インターネット利用料、町内会費などがあります。管理費と修繕積立金は一緒に引き落としされるのでごっちゃになる方多いですが、管理費とはマンションの共用部であるエントランスや廊下、エレベーター、駐車場などを維持・管理するための費用です。相場は1個あたり1万3000円前後となっております。そして修繕積立金とは将来の大規模修繕といって、一般的に築12年から15年の周期で行われる外壁の塗り替えや屋上、共用廊下などの修繕に備えて積み立てるお金です。こちらの相場は月1万円前後となっております。注意点が2点あり、1点目が修繕積立金の金額です。修繕積立金が5000円など少なすぎると大規模修繕前に大幅な値上げ、もしくは一括で100万円徴収なんてことも聞いたことがあります。
その時住民間の合意が得られずトラブルに発展するケースもありますので、金額も相場とずれていないか確認しておくといいです。そして注意点2つ目が修繕積立金の積立方式です。積立方式は2種類あって、ずっと同じ金額を積み立てる均等積立方式と段階的に金額が上がっていく段階増額方式があります。最近の新築マンションは後者の段階増額方式が主流で、数年ごとに積立金が上がっていく設計が多いです。これは初期費用を安く見せるための販売戦略でもあります。そのため新築時は修繕積立金が月8000円ぐらいでも将来的には月2万円とかに上がっていくケースも珍しくありません。私が今住んでいるマンションも例に漏れず段階増額方式で5年目、10年目に上がる予定です。それを見込んだローンの返済プランにしておく必要があります。我がマンションでは最近なんですけども、国土交通省が定めるマンション修繕積立金に関するガイドラインよりもだいぶ低いことが分かりました。そのガイドラインに沿った金額まで上げようという動きがあります。そうするとですね、私の家の修繕積立金はいくらになっちゃうんだと戦々恐々としております。おそらく2倍ぐらいになるんですけれども、前回か前々回に私は今のマンションちょっと無理して買ったよというお話をしたのですが、ただでさえ結構返済プランきつめだなと感じている中で、これ以上値上げされたらまあ厳しいなという感じで過ごしております。そのため修繕積立金が国土交通省のガイドラインと比較して大きく乖離していないから、乖離している場合はそのガイドライン通りの金額になってもローン返済に耐えられるかをシミュレーションしておくといいと思います。これはご自身でするのは難しいと思いますので、担当の営業ですとか FP の方紹介してもらえたりするので相談してみるといいと思います。重要事項説明書のチェックポイント2つ目は用途地域と周辺環境です。用途地域という言葉は聞き慣れないと思うんですが、用途地域とは建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールのことです。例えば小学校の隣にはパチンコ屋が作れないなど、いい街づくりをするために建築できる建物の種類が制限されています。私は今まで正直気にしたことがなかったのですが、これちょっと気にしておけばよかったなって思っています。私の今住んでいるマンションの用途地域が商業地域でして、名前の通り商業ビルや店舗が立ち並んでおり、便利なんですけどちょっとどころではなくすごく騒がしいんですよ。朝はですね、ラジオ体操の音をはじめ、なんかいろいろ聞こえるんですよ。で、夜になると正確に言うと夜中ですね。飲食店がちょこちょこあるので酔っ払いが叫んでてすごいうるさいんですよね。私は神経質なのでそういうのが気になっちゃうタイプなんですけど、そういうのが気になる方は用途地域確認しておくといいと思います。もう一つ例を挙げておくと、第一種低層住宅専用地域、東京ですと渋谷の松濤とかいわゆる高級住宅街ですねですと、基本的には3階建て以下の住宅や共同住宅しか建築できないエリアなので、コンビニがギリギリ OK で、その他スーパーとかそういったなんていうんですかね、商業施設が建てられないかったりして生活するには不便だったりします。そのため用途地域は自分のライフスタイルとか性質っていうんですかね、うるさいの嫌だよとか気になる点がある方はチェックしてみるといいかもしれません。続いて重要事項説明書のチェックポイント3つ目は占有部分の利用制限に関してです。占有部分とは自分、所有者ですねが使える部分で、いわゆる部屋の内側です。こちらに関しては管理組合の許可なくリフォームしたりすることができます。一方、廊下やエレベーターなどは共用部分となり、住民みんなの持ち物になりますので、補修や修繕する場合はマンション管理組合に相談して総会での決議が必要になります。具体的にはペットが飼えるかですとか、楽器を弾けるか、バルコニーで洗濯物を干していいか、喫煙していいかなど、そういったことが記載されております。私が住んでいるマンションですとペットが厳しくて、他のマンションもそうだったりするんですかね。ペットは1住戸2匹まで、大きさは40センチ以内、飼育方法まで決まりがありました。
大きさや飼育方法まで決まりがあるってなんかすごくないですか？他にも驚くほど細かいルールがあって、私は結構びっくりしちゃいましたね。ペットを考えている方や楽器がお好きな方だったり趣味がおありな方は、自分が送りたい暮らしが送れそうか確認しておくことをお勧めします。また占有部分の範囲についてもチェックしておくといいと思います。というのも、私の実家もマンションなんですけれども、窓が共用部分になっておりました。父から連絡が来た時に、窓が共用部分なんてことあんのかなって思ってたんですけども、実家は低層階と高層階で部屋数が異なるマンションでして、下の階までが部屋が多くて、私の実家の階数から部屋が少なくなるんですよ。なんていうんですかね、低層部分と重なっている部分の窓が共用部分になっていました。そのため窓が割れたんですけれども、自分たちで業者を呼んで修理することができなくて、マンション管理組合の方から手配してもらったそうです。ちょっと面倒くさいですよね。ただ共用部分になりますので、修理費を出してもらえたというメリットもありました。こういった特殊なケースもありますので、占有部分の範囲も確認して、どこまで自分が好き勝手いじれるかをあらかじめ押さえておくといいと思います。共用部分を自分で勝手に修繕したりすると怒られたりすると思います。うちのマンションはですね、共有部分でいろいろトラブルがあって、始末書みたいなのを書かされている人がいました。はい、重要事項説明書チェックポイントの4つ目は突起事項です。こちらひな形は空欄なので分かりづらいと思いますが、周辺環境や地域の特性などが書いてあります。私が見ておけばよかったなと思ったのは周辺環境についてです。具体的にどのようなことが書かれているかというと、このマンションは飲食店が近いから騒音や振動、臭気があるかもしれませんよとか、何メートル先に学校があるのでグラウンドの砂ぼこりが飛ぶ場合がありますよとか、保護者の送迎の声がするかもしれませんよとか、ちょっとでもリスクあることは全て書いてあります。そのため実際はそこまで気にならないことも多いんですよ。なので私は100メートル以上先のものに関してはどうせそんなに被害がないだろうと思ってちゃんと確認しなかったんですよね。ですが私の家からそこそこ距離がある公園でお祭りが開催されて、盆踊りの音が聞こえる恐れがありますとは書いてあったんですけども、私絶対に聞こえないだろうと思ってたんですよ。でもすんごい聞こえてきてびっくりしました。先々月ですね、私体調を崩していて寝てる時間多かったんですけど、盆踊りの音結構しんどくて、改めてこの動画を撮るにあたって重説を見たらやっぱ書いてあったんですよね。ちゃんとやっぱり確認しておくべきだったなっていうのを思いました。確認したって盆踊りの音はどうすることもできないんですけども、心得ておけばよかったなと思いました。で、ひな形には書いてないんですけども、私が実際に捺印した重要事項説明書には、印を押した場合、これらのことに関して承諾したこととなりますので、苦情等の申し出はできませんと記載がありました。そのため重要事項説明を受けて印鑑を押すと、そこに書いてある内容を全て承諾したということになるので、今後苦情も言えません。なのでちゃんとチェックしておいた方がいいと思います。重要事項説明書チェックポイントの最後5つ目はアフターサービスです。新築マンション特有ですね。これは新築マンション購入後に発生した不具合や故障について、売り主が一定期間無償で保証するサービスです。通常占有部分、自分の部屋の内側では入居から2年間、共用部分、廊下やエレベーターなどは10年間など、期間や範囲が定められています。これはね、中古マンションには基本的には適用されません。中古の場合は個別に保証をつけるかどうかは契約の条件によるので、もしかしたら交渉してみるのもありかもしれません。中古は携わったことがないので分かんないんですけども、このアフターサービスは項目ごとに保証期間や条件が異なりますので、どこまでが対象でどのくらいの期間保証されるのかを確認しておくことが大切です。占有部分の保証期間の2年って結構あっという間に過ぎますね。私はこのアフターサービス受けられなかったんですよ。玄関のタイルが割れているのを今すごい気にしてるんですけども、2年経過後に気づいたんですよ。いつ割れたのかもわからないんですけども、アフターサービスのタイミングで発見できていれば直してもらえたのになって悔やんでおります。床のタイルは放置すると割れが広がったりカビが生えてくるそうで、早急に補修した方がいいそうですが、ちょっとね、めんどくさくて放置しています。
で調べたところ火災保険で保証される可能性もあるそうなので電話しようかなと思いつつ、これまた電話番号を調べたりするのがめんどくさくて放置しちゃってますね。火災保険ってねすごいですよね。なんだかんや最強な気がします。ちょっと話ずれました。新築マンションのアフターサービスのタイミングは管理組合からアナウンスがありますので、そのタイミングで家の中くまなくチェックしてみてください。はい、以上が重要事項説明書のチェックポイント5選を紹介しました。この5個だけでも押さえておけば大きな失敗は防げるはずです。今回はどのサイトにも載っているような重要事項説明書のチェックポイントは省き、特に実体験から重要だなと感じたポイントに絞りました。もっと詳細に重説を読み込みたい方は検索したり YouTube などで調べてみてください。大体ね、説明者が宅建士かどうかの確認や当本との記載内容が合っているか、売買代金や手付金の金額確認などの項目が多く出てきます。これはね、個人的になんですけども、基本中の基本でこんなところを間違えてくるような業者とは絶対に契約しない方がいいと思っています。なのでね、この動画からは割愛しました。重説はですね、読むの大変ですが、後悔しないためにも事前にしっかり目を通すことが大切です。わからないことや気になる点はマーカーなどで印をつけて説明時に必ず質問しましょう。で、重要事項説明書の後には契約書を締結します。そこで確認しておきたいポイントを少しだけお話しします。続いて、売買契約書で気をつけたいポイントについてです。売買契約書の内容は重要事項説明書の内容と重複していますが、特約があったら見ておいてください。特約とは一般的な契約事項に加えて、買い主と売り主との間で合意した個別の約束事項を明文化したものです。法令や契約書のひな形にない内容を補足する場合に用いられます。新築マンションでは特約つくことは少ないかもしれませんが、もし記載があれば重要な個別ルールや費用負担が書かれている可能性が高いので必ずチェックしましょう。賃貸の場合はですね、この特約に退去時のルームクリーニングや鍵の交換代について記載されていることが多いですね。原則これは大家さん、貸主の負担なんですけれども、現状は借り主、入居者の負担になっていること本当に多いですよね。これはね、特約にね書いてあることですね。今回は重要事項説明書と売買契約書のチェックポイントについてお話ししました。ちょっと難しい内容でしたよね。これ何回も台本作り直したんですけど、大丈夫だったかなあくまでもね、今回は新築マンションの場合ということでご理解ください。またね、賃貸だったり戸建てや中古ですと見るべきポイントが異なってきます。このマンション購入シリーズ、ありがたいことに経験者の方からコメントいただけることも多くて、もし他にも確認しておけばよかったよとか、確認してよかったよってことがあったらコメントで教えてもらえたら、これから購入される方も参考になりますし、私自身も勉強になるのでとっても嬉しいです。いつも本当にありがとうございます。次回はいよいよ最終回です。新築マンション購入の全体の流れや実際にかかったお金、そして買ってよかったこと、後悔していることなど、購入後のリアルな感想をお話ししていきます。この動画が参考になったよって方は高評価、チャンネル登録いただけるととっても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。